で実は以前からアメリカそしてヨーロッパ各国の大統領首相経験者そして大臣その他が具体的にここがおかしいということを言ってるわけですね。それからこの他にもですね、去年私会った方ですけれども、ドイツの連邦銀行の総裁をしたベルテケという方です。でこれがこの方が9月11日 9.11 の約1週間後にヨーロッパ財務大臣中央銀行総裁会議で実は 9.11 の直前にこの2つの飛行機会社を含むいくつかの会社にプットオプションという形で株のボロ儲けをした人がいると。でそれに限らず金とか石油の原油価格が高騰したと。でプットオプションというのは要するに匿名じゃなくて具体的に実際の会社がどう関わったということをドイツ連邦銀行が調査した結果そういうことがあったと。だからその事実は間違いないということを去年私におっしゃっておられます、政治家がですねいろんなことで三宅先生だったら信じないと思いますけれども中央銀行の総裁が中央銀行総裁会議でおっしゃってるということは私はこれは非常に信頼性が高いと思っております。でもね日銀の総裁だってちょうどいい加減なのがいますからねというかだからどうだって話なんですか。いやですから事前にこういったことを知っていてそうしたこのプットオプション等々でボロ儲けをした、それはやったのは例えばテロをやる側は当然知ってるわけだからテロをやる側ではない人たちがという意味ですか。事前に知ってたテロをやった側だけではとても組織的にこの世界的に香港それからヨーロッパニューヨークも含めてやったということははるかに大きな組織的な存在がなければそんなことやるのを承知して黙っててあんなテロを許して暗黙して自分たちだけ儲けたっていうことですか。そんなこと知っていながらもどこにも通報せずに知っている組織が事前にかなり広範なネットワークとして存在したということを金融の専門家として、ヨーロッパの金融総裁会議で報告した。それ知らせた人たちが何にもしないで警察などに何にも知らせないでよし儲かるぞってやったっていうのだから陰謀なんでしょ。いろんな国にそういう組織があるとそれだけ違うあなたはそう思ってる。ちょっと待って陰謀説と言われるものに関しては2つタイプがあって1つは例えばアメリカ政府はこういうテロがあることを知っていながら放置したという放置説というのと狂言説というのは、まさに自作自演説ですね。この2つがありますが今のこの中央銀行総裁のお話はどちらか分かりませんね、どっちですか。両方の可能性あります。両方の可能性ありますね。はい、でこれはですね、911があった数日後にアメリカの FBI がこの19名が4つの飛行機を乗っ取ったと、この4名がこの飛行機この4名がこの飛行機とで具体的にこの人が操縦してたということまで写真入りで出した19名です。19名のうちの×がついている8名にイギリスの BBC とかアメリカの CBS とかロサンゼルス・タイムズが直接インタビューをしてこの人たちは生きているということが証明されています。ということは少なくとも8名はその飛行機に乗ってなかったということが証明されているということです。したがってその報告書自身の根拠がこれで薄れているということであります。そこで何を言いたいわけですか。いやですから FBI は19名を犯人と断定したけれども、そもそも乗ってないわけですから犯人でありえない。それからテロというのは犯罪なんですね。犯罪ということは立件しなければいけないけれどもアメリカ政府は誰一人今まで立件しておりません、アメリカがテロだと言って犯人を捜査をしていないで立件もしていない。だけれどもイラク戦争アフガニスタン戦争に自衛権の行使ということで言った以上はやっぱりその疑惑等について説明をする責任があると思ってます。でも例えばね本当にあなたの話アホらしいと思ってるんですよね。はっきり言ってね頭悪いと思ってるあなたのこと悪いけど本当に失礼だけど頭悪い人としか思えない。で参議院で給料もらってる国からもらっててこんなくだらないことをよくやってられるなと思ってどこが頭悪い。でもね仮にちょっと彼せっかく来てるからこの電波の無駄遣いしてるんですけども仮に例えばグルになったとしますよ。仮にこの話何のメリットがあるんですかそこまでやって。参議院議員だからとおっしゃるで申し上げると日本人29名が亡くなってるんです、で29名のうち13名はDNA とか遺骨が見つかってます、とか十数名は死亡が断定されていない。
アメリカ政府が裁判で認定して死亡が確認されている。しかしなぜそういう人々が殺されたかということについて日本政府はアメリカ政府に対して紹介もしていない。で日本人が殺されて犯罪で殺されたならばそれを立証する責任がある。でもあなたのレベルで調べる立場じゃないでしょ。何もこんな陰謀ばっかり信じてる。レベルの問題じゃなくて日本国民として20数名が亡くなったならば犯罪ならばそれを実際に真相を究明するのが当然のことじゃないですか。でも真相じゃないじゃないですか。その通りなんだけど、そこはその通りなんだけど、もともとの質問答えてください。ここまで隠蔽してですよ。しかも見つかる可能性リスクがあるのに何のメリットがあるのって聞きたい。私は隠蔽してるって言ってません。こういった事実を明らかにしなきゃいけないってことを言ってるんです。それを明らかにするのは私の責任じゃなくてアメリカ政府です。まず第一に。でもこれ陰謀だと言ってる上は、私は陰謀だとは言ってません。こうしたおかしな事実を8年間も放置してそして3000人もアメリカで亡くなってその後アフガニスタンとかイラクがこの結果今数十万人の人が亡くなってるんですね。でそれをじゃあ誰がやったかっていうのを追及するのは当然のことじゃないですか。ということはあれですか、これだけの被害者がいるにもかかわらずそしてアメリカが犯罪と言っているにもかかわらず犯人を誰も訴追もしていない。そしてこれだけの疑問がありながらそれを証明していない。で一方で、どんどん戦争でいろんな人々が失われている。その原点をやっぱり明らかにしなければ。それから日本の人が29名亡くなる。私は日本人で息子さんを亡くされた方たちにもお会いしました。で自分の子供たち亡くなったけれども実際子供たちに何が起こったのか、日本政府がその家族に対して何をしてくれてるのか、アメリカに対してじゃあ調査の依頼なりいろいろな進行状況について問い合わせもしてくれてない。でもねこんなくだらないことでね藤田さん、このくだらないことでその亡くなられた日本人の29人の魂をあなたがバカにしてるんですよ。くだらないっていうのはその亡くなった方々がくだらないっていうんですか。あなたは死んだ方に対してどう答えるんですか。あなた大体暇すぎるよこんなことやって。年金でもやってろよ。あなたは亡くなった方々に対して何を言ってるんですか。本当に暇だよね。ビデオを流していただけますかね。第7ビルのこれです。ストーンと落ちてます。でこれは飛行機が突っ込んでない47階建ての建物です。WTC7 ですね。7です。つまりWT これまた出てきますね。これ 6.5 秒でストーンと落ちます。落とし穴に落ちたように。でこれは飛行機も突っ込んでません。それでほんの少しの火災です。他に比べれば。で火災でなのにですね普通これ47階まずですね世界史上47階建ての高層ビルが火災でこう倒壊した事例はありません。スペインの大きなホテルだとかフィアデルフィアのビルだとか20時間とか30時間メラメラと燃え上がってても崩れたものがない。だからこれご覧になってほとんど火災が起きていない。それから飛行機も突っ込んでいないので構造がガタガタになったわけでもないにもかかわらず 6.5 秒というと真空状態で落ちてるんです。でこれについては世界中のもう1000人ぐらいの建築家構造の専門家、等々がこれはいわゆる火災で崩壊したのはありえないと相当詳しい情報を書いておられます。ニストは途中までの分析はしてますけども最終場面の崩壊の部分については説明していないんです。そのニストっていうのはアメリカ標準技術局が出した正規の報告書ですね。日本の JIS みたいなそういうことですよね。はい、で、はい、一般それはどういうふうに書かれているかというと WTC1 がから破片が崩壊の時に破片がぶつかったのと7時間に及ぶ長期の火災によって WTC7 は崩壊したというふうに言われているんですけれどこれは否定されるわけですか。長期の火災というのは私はそれはありえないと思いますね。なるほど。いやだから陰謀面白いと思い込んでるちょっと一種病気な人なんですよ。だからこういう失礼って彼の存在が失礼ですよ。こういうことを平気で言うっていうのは。藤田さんね、はい、でもねこの時代やっぱりアメリカ政府がとにかくテロであったと、そして自衛権の行使として外国に戦争も行ってる限りはやっぱりそれを証明する責任があると思います。それはその通りだ。それはね、はい、あなたは軍産複合体みたいなものがあってでそれが儲けるためにねつまりアフガニスタンを攻撃するというためにこれだけの大掛かりなテロを仕組んだと
アフガニスタンに対する戦争の計画が911以前からあったということは証明されています。で実際にアフガニスタン攻撃は10月に始まったんですね。これは軍の専門家がおっしゃってますけども、アフガニスタン攻撃ほどの規模の戦争をやるには1ヶ月で準備はできないと言ってる。ところが911があって翌10月にはもう実は空爆が開始されているというのは事前に準備があったと。でそのために民間人ね、藤田さん、あえて先生って言わないけど、藤田さんちょっと聞いて、それであえてちょっと待って、このたわごとばっかり聞きたくないです。イラクに関しても答えてくださいよ。したがって結果的にですね、この911をイラク戦争の意義づけにしたということもこれまたいろんな方がおっしゃってる。そのためにその目的で何千人も殺して貿易センターまでやってそんなことやると思い込んでんの？あなたバカじゃないの？はっきり言って。ちょっと待って。答えてくださいよ。頭悪いんじゃないの？はっきり言って。答えてください。はっきり言ってくださいよ。頭悪いんでしょあなた。はっきり言って。はっきり言わないと答えようがあるだって本当に単純な話なんだから本当にイライラするよ。一つ素朴に聞きたいんですが